ハンドメイドきよちゃんです。今回はこちらのダイソーさんのサラリを使ってトップスを編んでいきます。丈が35、6センチ、幅が55センチぐらいになります。この開き、襟の開きが27センチぐらいで、袖の幅が14センチぐらいになります。はい。丈はクロップド丈でちょっと短めですけど、こうやって重ね着して着ていただければいいかなと思って作りました。こちらの糸は去年青い色で帽子を編んでますので、そちらもぜひご覧ください。爽やかな糸でブークル調の糸になりますけど、軽くて肌触りも良くて、夏にぴったりの糸だと思いますので、ぜひ編んでみてください。詳細は概要欄に紹介しておきますので、そちらをご覧ください。3ミリの5号針で編んでいきます。鎖の作り目で編んでいきます。針に糸をかけて、糸を引き出して、手前の糸端を引っ張ります。向こう側で輪を縮めて、ここから、鎖の作り目で127目編んでいきます。針に糸をかけて、1、2、3、はい、4、127目編んできました。そしたら、ここの端の目を押さえて、立ち上がりを編んでいきます。1、2、3。これ長編み1つ分になります。3目編んで、プラス2目編みます。そしたら、ここの隅から、1、2、3目目戻って、127目から3目戻って、125目、5目のところですね。ここに長編みを編みます。はい。そしたら立ち上がり3目の3目目にマーカーを入れておきます。そしたら、鎖2目、長編み1目の編み方で繰り返していきます。鎖を2目編んだら、鎖2目飛ばして、長編み。これ、裏山を拾っていきます。ブークレ調の糸なので、ちょっと裏山がわかんなければ、適当に作り目1目拾って編んでください。はい。このように最後まで編んできました。そしたら1目、多く作り目を編んでしまったみたいなので、ここで最初の絞った目をほどいて、これで、この作り目をキュッと絞ると一つ減ります。作り目多く編んでも、このようにほどけば調節できるので、不安だったら、1、2目多く編んでこのようにするといいと思います。
そしたら、2段目。2段目も同じこの方眼編みなので、立ち上がり鎖3目プラス2目編んでマーカーを入れます。そしたら、この2目編んだので2目飛ばしてまた長編みのところに長編み2目編んで長編みのところに長編みで端まで編んでいきます。はい、このように編んできました。そしたら鎖2目編んで最後この、立ち上がり3目の3目目に針を入れます。このように鎖を拾ってもいいですし、鎖の半目1本と裏山をこのように拾ってもどちらでもいいと思います。で、これで2段目が終わりました。3段目、鎖3目プラス鎖1目編んだら、立ち上がりの3目目にマーカーをしておきます。編み地をひっくり返して針に糸をかけてこの前段の隅の長編みの目に針を入れて長編み3目の玉編みを編みます。糸を引き出して長編みの未完成を3回編みます。2、3、はい。3回編んで、この4本を一気に引き抜いて、これで長編み3目の玉編みを編み終えました。そしたら次の長編みのところに長編み。はい。あとは、鎖2目と長編みで4回長編みを編みます。3、4。はい。全部で長編みを1、2、3、4、5回編みました。そしたらまた、玉編みを編むんですけど、次の長編みの目に針を入れて、長編みの未完成を3回編みます。はい。で、一気に引き抜いて、これで長編み3目の玉編みが1つできました。そしたら鎖を3目編み入れて、また同じ長編みのこの目に針を入れて、長編み3目の玉編みを編みます。ちょっとね、この中指で目を押さえながら編むと綺麗に編めると思います。はい。糸を引き出して、これでハートの形ができました。そしたら次の長編みのところに長編みを編んで鎖2目でまた4回繰り返して編みます。1、2、3、4、5長編みを編んだら
んな感じで編んでいきます。このね、ハートを編んだ後に鎖を入れてしまったり、ここを鎖2目で編んでしまわないようにちょっと間違いやすいので気をつけながら編んでください。はい、3段目の最後に来ました。1、2、3、4、5回長編みを編み終えたら、最後のこの立ち上がりの鎖3目の3目目のところ、指でこうやって押さえてわかるようにしておきます。で、針に糸をかけて、この目に針を入れて長編み3目の玉編み。こうやってね、目を押さえるとここが伸びないようになって綺麗に編めます。はい、3回未完成を編んだら最後に引き抜いて、それで鎖を1目編んで、また、今の目に針を入れて長編みを1回だけ編みます。はい。これで3段目を終えます。そしたら4、5、6と、3段は、長編み1目、鎖2目の方眼編みを編んでいきます。1、2、3、プラス2目編んで、3目目にマーカーを入れときます。で、玉編みの横の長編みのところに長編みを編みます。で、長編みのところに長編み。間に鎖を2目入れて、長編み。そして、ここの、ハートの模様のところに来たら、鎖2目編んで、この鎖3目編んだ真ん中の目、目の頭を拾って、長編みを編みます。鎖2目で、次の長編みのところに長編み。これで編んでいきます。はい、方眼編みを1、2、3段編んできました。そしたらまた、こちらの模様が入っていきます。今度は、この間、こういうところの長編みの3目目のここに、ハートの模様が入っていきます。なので最初は1、2、3、ここが最初の模様編みになります。立ち上がりを編んで、そのまま鎖を2目編んで、長編みを1回、2回編んだところで、長編みの3目の玉編みを編みます。次の長編みのところに、編んで、同じ編み方なので、はい。こんな感じで、また繰り返し編んでいきます。7段目編み終えました。最後、このハートの模様を編んで、長編みを1回、2回、3回で終わっています。そしたらまた、3段は方眼編み。こちらの模様を入れない長編み1目と鎖2目の
こちらの編み方で3段編んで、次はこちらの編み方ですね。3段目の編み方を編んでいきます。なので、8段で一模様になります。1、2、3、4、5、6、7、8段一模様になっていきます。これを2玉編んでいきます。こちらからずっとこのように29段編んできました。最初の模様から1、2、3、4回編んで、あと2段編んだところになります。そしたら2玉編んで、残りがこのぐらいですので、ここで終わって肩の部分を編みます。同じように方眼で1段だけ編みます。これ1枚編んだんですけど、立ち上がり同じようにそのまま3目プラス5目編んで、長編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11編んで糸を引き出して、こちら肩の部分3倍ぐらいを取って残しています。で、反対側、こちらから糸をつけて、立ち上がり鎖3目プラス2目編んで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11回長編みをこのように編んで、そうするともう2玉目がこんだけで終わるので、そのまま残しておいてあります。この編み方で2枚、前身ごろと後ろ身ごろ同じように編んでください。もう一つも編んできました。糸端はこのように糸始末分だけ残してカットしてあります。そしたら一旦この身ごろにスチームを当てていきます。だいたい身幅は60センチで、丈がだいたい肩のここの位置までで、35センチぐらいに伸ばしてスチームを当てます。裏側から、アイロンを浮かせてたっぷりスチームを当ててください。アイロンを当ててきました。そしたら、肩と脇を閉じるので、邪魔な糸端を先に始末しておきます。こちら裏側になりますので、裏側の、方に編み地にこの糸端をこうやって返しながら、縫い付けていきます。時々こうやって返して縫い付けていきます。こういう糸端が残ってますので、こういう糸端を始末していきます。そしたら、中を表にして合わせて肩と、脇下を閉じていきます。肩も、脇も鎖はぎ鎖閉じで閉じていきます。こ
こ、立ち上がり鎖3目プラス鎖2目のところなので、だいたい3目目ぐらいのところ、ちょっとブークレの糸なのでマーカーをしてないとちょっとわかんなくなってしまいます。長編みの目に針を入れて糸を引き出して一回鎖でギュッと締めます。はい、そしたら、鎖を2目編んでこの長編みのところに糸を引き抜いてこれで編んでいきます。鎖2目で長編みのところは糸を引き抜く。これでここまで編んでいきます。はい、最後の、長編みのところと今度は向こう側が鎖3目プラス鎖2目になっているので、この3目目の立ち上がり3目目のところに糸を引き抜いてこれで終わります。そしたら糸始末分だけ残してカットします。そしたらここの耳のところにこの糸端の始末をして、終わります。こちら側も、向こう側に糸端がありますのでこれを使って、鎖閉じしていきます。はい、脇下も同じように、残ってる糸端をつけて閉じていきます。はい、この角の目を拾ってここは鎖のところになります。ここが裾の部分なので、鎖の1、2、3目目に針を入れて糸を引き出してで鎖を1回編みます。そしたら鎖を2目編んでこの鎖のところですね。ここが端が長編みのところ、ここに針を入れて向こう側も同じく鎖の1本だと頼りないのでどこか前後の部分を一緒に針に入れて糸を引き抜いて鎖2目をこの鎖の長さ調節して編んでいけばいいです。こういう、玉編みのところは玉編みを編み入れた目に入れて糸を引き抜きます。はい、鎖でこの長さを調節してつらないように編んでいってください。鎖の部分 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個目のところにマーカーをしてありますのでだいたい11センチぐらい脇下を閉じます。最後マーカー外してはい、これでそのまま糸を引き出してはい、編み終えました。
ちょうどここのところがこう、対照的な模様になるようになっています。糸端を始末して、これもこの耳のところに一回こっち側に目を留めてから、こうやってちょっと巻く感じでこの耳のところに縫い付けて始末していきます。一回戻って、はい、カットします。同じように、始末してください。反対側も同じように閉じていきます。残りがこれだけですので、縁編みはしていませんが、もし縁編みをしたかったら、もう一個5個目の糸を購入してもらって編んでください。表に返して、編み地を表に返して、糸をつけて、ここ肩の閉じたところなので、ここの真ん中ら辺から針を入れて、糸を引き出して鎖を1目編んで、細編みを同じところに編みます。マーカーを入れておいて、ここ、鎖ちょっと肩のところなので鎖を3目編んで、で細編み、ここの、交差しているところに針を入れて細編み、あとは、長編み1目、鎖2目のところですので、鎖2目、細編み1目、鎖2目、細編み1目で編んでいきます。同じ要領で反対側も肩のところは鎖3目で、細編みで留めて鎖3目で、細編みで留めて、あとは、鎖2目で細編み、鎖2目で細編みっていう形で、縁編みを1段編んでいけばいいと思います。そしたら最後に裏側から全体をスチーム当ててください。こういう閉じたところ、肩や、脇も、スチームを当てて形を整えるようにしてください。こんな感じに仕上がりました。とても軽くて着心地がいいです。ぜひ編んでみてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。